私たちが毎日当たり前のように使っているインターネット通信の安全性について考えたことはありますか？クレジットカード情報や個人データのやり取りは目に見えない脅威にさらされています。実はサイバー攻撃によって全世界で年間数百兆円規模の被害が生じており、その額は年々増加しているのです。このような状況で KDDI 総合研究所と東芝デジタルソリューションズが共同で開発した 30TBps 超大容量データと暗号鍵の多重伝送量子鍵配送技術に世界が注目しています。なぜ今、量子鍵配送という技術が世界中で注目を集めているのでしょうか？実は、現在の暗号技術は将来的に量子コンピューターによって解読される危険性があるのです。今回の動画では、従来の暗号技術の限界や量子コンピューターがもたらす脅威、新たに開発された革命的な技術の仕組みを詳しく解説します。当チャンネルでは、このような最新の技術や注目企業をわかりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、これからあなたの重要な情報を守る可能性がある技術を詳しく見ていきましょう。技術の発展により年々増加している膨大なデータ通信は、通信の内容を解読できないようにする暗号技術によって守られています。皆さんは現在使われている暗号技術がどのような原理で私たちの情報を守っているか考えたことはありますか？実は現在の暗号技術の多くは計算困難性という考え方に基づいて設計されています。これは暗号を解読するために必要な計算が現在のコンピューターでは現実的な時間内に不可能なほど膨大であることを前提としているのです。RSA などの公開鍵暗号方式がその代表例ですが、この前提を根本から覆す技術が実用化されつつあります。それが量子コンピューターです。量子コンピューターは従来のコンピューターとは全く異なる計算原理を使用し、特定の問題において指数関数的な計算速度の向上を実現する可能性があります。1994年にピーター・ショアによって開発されたショアのアルゴリズムという量子アルゴリズムです。このアルゴリズムを使用することで、量子コンピューターは現在広く使用されている RSA 暗号や大曲線暗号といった公開鍵暗号を解読できる可能性があるのです。量子コンピューターが着々と実用化に向かう中、30年も前の発見が脅威となろうとしています。専門家の予測によると、2030年頃には実用的な量子コンピューターが登場する可能性が高いとされています。実際に2024年のグローバルリスク研究所のレポートでは、2034年までに量子コンピューターが暗号解読を行う可能性を非常に高いと評価しており、調査対象となった専門家の約3分の1が、その可能性を 50% 以上と推定しています。この脅威に対して、世界各国の政府や企業はすでに対策を開始しています。アメリカでは、バイデン政権が量子コンピューティングサイバーセキュリティ準備法を制定し、すべての政府機関に量子体制暗号ソリューションの早期採用を義務付けました。日本でも2024年7月から金融庁で次世代暗号への移行に関する検討会が開始されています。さらに、現在注目されているのはデータハーベスティング攻撃と呼ばれる新しい脅威です。国家レベルのサイバー犯罪者が現在進行形で重要な通信データを傍受、保存しておき、将来量子コンピューターが実用化された際に解読するという攻撃手法です。つまり、量子コンピューターが実用化される前であっても、現在やり取りされている機密情報は、すでにリスクにさらされているということになります。6G 時代には AI や IoT の普及により、現在よりもはるかに膨大で多様なデータがネットワークを流通することが想定されています。また、生体情報や
個別化医療に必要なゲノム情報など、機密性が極めて高い情報の伝送も将来的に増えることは予想されているため、大容量かつセキュアなデータ通信サービスが強く求められているのです。この脅威に対して打ち出された解決策の一つが量子化擬配送技術です。量子化擬配送、つまり QKD、クォンタムキーディストリビューションという技術について基本的な理解を深めてみましょう。QKD は量子力学の原理を利用して暗号鍵を安全に伝送する技術です。従来の暗号技術が計算困難性に依存しているのに対し、QKD は物理法則そのものによって安全性が保証されているという点で根本的に異なります。QKD の安全性の根拠となるのは、量子力学の基本原理である不確定性原理と量子複製不可能定理です。光子などの量子を観測すると、その量子の状態が必ず変化してしまうという性質を利用することで、第三者が暗号鍵を盗聴しようとした場合、その行為を確実に検知できるのです。しかし、QKD システムでは暗号鍵を伝送するために専用の光ファイバーケーブルが必要です。微弱な光を用いる量子化擬配送方式が近接する波長の光により生じるノイズの影響を受けやすいことが要因です。この専用の光ファイバーケーブルが非常に高価であるため、導入、運用にかかるコストが増加する問題がありました。そんな中、今回の主役である 30TBps 超の大容量データと暗号鍵を多重伝送する量子化擬配送技術が日本の技術力によって開発されたのです。この技術は KDDI 総合研究所と東芝デジタルソリューションズが共同で開発し、2025年3月に世界で初めて実証に成功した革新的な通信技術です。最大の特徴として 33.4TBps という驚異的な大容量データ伝送を実現したことが挙げられます。革新性をご理解いただくために従来技術と比較してみましょう。これまでの量子化擬配送技術において、暗号鍵とデータ信号を同じ光ファイバーで伝送する場合の最大容量は約 11TBps 程度でした。つまり、今回の技術は従来比で約3倍もの伝送容量を実現したことになります。従来の QKD システムでは、量子信号が非常に微弱であるため、データ通信用とは別に専用の光ファイバーが必要でした。これが導入コストを押し上げる大きな要因となっていたのです。しかし、今回の技術ではデータ信号と暗号鍵を1本の光ファイバーで同時に伝送することができるため、インフラコストを大幅に削減できます。また、80km という実用的な距離での伝送に成功していることにも注目が集まっています。データセンター間の接続距離は通常数十 km 程度であることが多く、この 80km という数値は十分に実用レベルに達していると言えるでしょう。光通信技術に関する世界最大の国際会議である OFC2025 で技術論文として報告されており、その技術的優位性が国際的に認められています。さらに、伝送容量と伝送距離の積で示される伝送性能指数においても、従来技術比で約 2.4 倍という高い性能を達成しています。従来比で高い数値を叩き出しているこの技術は、一体どのような仕組みなのでしょうか。光通信では、光ファイバーの特性に応じて異なる波長帯が使用されています。波長帯は主に7つに分けられており、それぞれの波長帯に O 帯、C 帯、L 帯などの名称が付けられています。今回の技術の革新となるのは、O 帯と C 帯という異なる波長帯域を効果的に活用した点です。従来技術では、データ信号と暗号鍵の両方を C 帯で伝送していました。しかし、新技術では暗号鍵を C 帯に、大容量データ信号を O 帯にそれぞれ分離して配置することで、相互の干渉を最小限に抑えることに成功したのです。C 帯は光ファイバーの伝送損失が最も低い波長帯域であり、長距離伝送に適しています。
一方、O 体は C 体よりも帯域幅が約4倍広く、大容量データの伝送に有利という特性があります。KDDI 総合研究所は、これまでに O 体での大容量データ伝送技術を独自に開発してきており、その技術的蓄積が今回の成功につながったのです。O 体で伝送されるデータ信号は、C 体で伝送される量子信号に与える影響を詳細に分析、強化し、光パワーや帯域幅を最適化する技術も開発されました。さらに、伝送後の O 体データ信号を増幅器で適切に増幅する技術により、大容量データと暗号鍵の同時伝送が可能になったのです。皆さんは、この技術革新がもたらす影響の大きさを想像できるでしょうか。従来の QKD システムは、専用回線の敷設コストは高額であるため、普及の大きな障壁となっていました。クラウドサービスの普及が進み、データセンター間での大容量かつ安全な通信の需要が急速に高まっています。総務省の調査によると、データセンター間通信量は2024年以降も継続して拡大する見込みで、特に2025から2027年には新設データセンター数が集中し、通信量も大幅に増加するとされています。既存のデータ通信回線と同じ光ファイバーを使用できるようになることで、導入コストが大幅に削減され、より多くの企業や組織がこの究極のセキュリティ技術を利用できるようになるのです。皆さんは、この技術がどのような場面で活用されると思いますか？ぜひコメントで教えてください。実用化に向けた課題。では、この革新的な技術が実際に社会で広く使用されるようになるまでには、どのような課題があるのでしょうか。技術的な実証に成功したとはいえ、実用化に向けては、まだ多くのハードルを乗り越える必要があります。鍵生成レート。現在の QKD システムの鍵生成レートは、まだ十分とは言えない状況です。東芝のシステムを例にとると、10デシベルの損失条件下で300キロビット毎秒程度の鍵生成速度となっています。大容量データ通信のセキュリティを確保するには、まだ改善の余地があるのです。皆さんは、なぜ鍵生成レートはそれほど重要なのか疑問に思われるかもしれません。実は、量子暗号通信では、送信するデータと同じ長さの暗号鍵が必要になります。つまり、1GB のデータを暗号化するためには、1GB 分の暗号鍵を事前に生成、共有しておく必要があるのです。そのため、鍵生成レートが低いと、大容量データのリアルタイム暗号化に支障をきたす可能性があります。ネットワーク制御。QKD ネットワークは本格的に普及するためには、複数の QKD リンクを効率的に制御、管理するシステムが必要です。現在のインターネットのように、世界中のネットワークが相互接続された環境では、QKD ネットワークの最適制御技術が不可欠になります。これには、リアルタイムでネットワークの状態を監視し、最適な暗号鍵配送ルートを決定するアルゴリズムや、障害時の代替経路確保技術などが含まれます。また、異なるベンダーの QKD 装置間での騒音要請の確保も重要な課題の一つです。高額なコスト。現在の QKD システムは、まだ非常に高価な装置です。専用の公式検出機や精密な制御システムが必要であり、従来の通信機器と比較して、桁違いのコストがかかります。今回の技術によって光ファイバーの共用は可能になりましたが、QKD 装置そのもののコストを下げるためには、さらなる技術開発と量産効果が必要になってきます。特に重要なのは、キーデバイスの国産化です。現在、QKD システムに使用される高性能な公式検出機などの革新部品は、海外製品に依存している部分は少なくありません。経済安全保障の観点からも、これらの重要部品の国産化が急務となっています。
今回ご紹介した課題以外にも解決すべき問題はまだまだあります。しかし、その一つ一つが実用化に向けて着々と解決に向かっているのです。日本の関連企業。ここからは課題解決に取り組んでいる日本の主要企業を見ていきましょう。今回の技術開発を主導した2社に加えて、量子暗号分野で重要な役割を果たしている企業を1社ご紹介します。株式会社 KDDI 総合研究所未上場。KDDI 総合研究所は KDDI グループの中核研究機関としてビヨンド 5G、6G 時代の通信技術から量子技術まで幅広い先端技術の研究開発に取り組んでいます。同社は光通信技術において世界トップレベルの技術力を有しており、これまでにも数多くの技術革新を実現してきました。今回の 30TBps 技術において、同社は本技術の提案から実証実験の主体までプロジェクト全体をリードしました。同社は現在広く使用されている C 体や L 体だけでなく、応体技術の研究開発に長年取り組んでおり、その技術基盤が今回の成果につながりました。従来の C 体や L 体と比較して約2倍となる 9.6THz の超高帯域を一括で増幅可能な光ファイバー増幅器を開発したのです。これにより、機器構成を従来比2分の1に削減しながら、低消費電力化と大容量化を同時に実現しました。また、同社は量子技術の産業化にも積極的に取り組んでおり、量子技術による新産業創出協議会の設立メンバーとしても参加しています。同協議会では、量子暗号、量子通信技術の実用化に向けた産学間連携を推進しており、同社の技術力が業界全体の発展に貢献しています。東芝デジタルソリューションズ株式会社、未上場。東芝デジタルソリューションズは、東芝グループのデジタルソリューション事業を担う中核企業として、IoT、AI、サイバーセキュリティなどの最先端技術を提供しています。同社は、量子暗号通信技術において、20年以上の研究開発実績を有し、世界で最も実用化に近い技術を保有する企業の一つとして知られています。1999年から量子暗号の研究を開始し、2003年には世界で初めて 100km 超の光ファイバーでの量子化離配送を実現しました。以来、数多くの世界初の成果を発表し続けており、量子暗号分野における世界的なリーダー企業としての地位を確立しています。現在、東芝が提供する QKD システムには2つのモデルがあります。一つは、データ通信用光ファイバーを共用する多重化モデルで、今回の 30TBps 技術もこのタイプに該当します。もう一つは、仮配送の速度と距離を最大化した長距離モデルです。この技術は、量子通信技術の商業化において重要な役割を果たすことが期待されています。日本電機株式会社、証券コード6701。NEC は、今回ご紹介した技術を開発した2社の他に、量子暗号通信分野において独自の研究開発を進めている企業です。同社は、代表的なプロトコル技術 BB84 方式と次世代方式 CVQKD 方式の2つの量子化離配送方式に取り組んでいます。両方の方式に取り組んでいる日本企業は NEC だけという点が注目されます。BB84 方式は世界的にはメジャーな方式で NEC も20年にわたって研究を進めてきました。一つの光子を1ビットの鍵の情報とする方式で、光子の検出に高い精度が求められます。一方、CVQKD 方式は次世代の方式と言われ、微弱な光の波を鍵の情報とします。これまで安全性が証明されていない方式とされてきましたが、東京大学により安全性が保証されたことから、
NEC は製品化に向けて研究、開発に踏み切りました。同社は2つの方式で、早期製品化と普及拡大の両面から展開させ、高精度なセキュリティ社会を実現したい考えを示しています。いかがでしたか？今回は KDDI 総合研究所と東芝デジタルソリューションズが共同開発した30TBps 超大容量データと暗号鍵の多重伝送量子鍵配送技術について詳しく解説してきました。私たちは今、デジタル社会の大きな転換点に立っています。2030年頃に予想される量子コンピューターの実用化は、現在の暗号技術の根幹を揺るがす可能性がある一方で、量子鍵配送技術のような革新的なソリューションも同時に登場しています。今回ご紹介した 30TBps 技術は、まさにこの転換点において、私たちの情報セキュリティを守る盾となる可能性を秘めているのです。この技術の最も重要な点は、従来は専用回線が必要だった量子暗号通信を既存の光ファイバーインフラで実現できるようになったことです。量子暗号という究極のセキュリティ技術が一部の特殊な用途からより身近で実用的な技術へと変貌を遂げる可能性が出てきました。データセンター間通信、金融取引、医療情報の伝送、政府機関の重要通信など、私たちの社会を支える様々な情報インフラにおいて、この技術が活用される日はそう遠くないかもしれません。6G 時代を迎える2030年代には、AI や IoT がさらに発達し、より多くの機密情報がネットワークを流れるようになることで、この技術の重要性はますます高まっていくでしょう。画期的な成果である一方、実用化に向けては、まだ多くの技術的、経済的課題が残されています。量子コンピューターの脅威が現実化する前に、これらの技術課題を克服した実用的な量子暗号通信システムの構築が急務となっています。量子通信は今後最も成長が期待される分野の一つです。私たちが日常的に使用しているスマートフォンやパソコン、そしてインターネットサービスも、いずれはこうした最先端の量子技術によって守られる時代が来るかもしれません。今回の動画が皆さんの量子技術への理解を深め、未来のデジタル社会について考えるきっかけになれば幸いです。私たちの生活を守る非常に重要な技術の発展に今後も注目していきましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。